皆さんこんにちは。ラテ先生の税金豆知識。今回のテーマは年金生活節税大作戦です。会社員には定年があります。定年に備えて早期退職による起業、再雇用制度のフル活用、定年後の再就職を考えている方も多いと思います。ただし誰でも最後は年金に耐える生活にならざるを得ません。その大切な年金にも税金はかかります。そして年金は加入する年金制度、年金の受け取り方、年金生活中の確定申告などによって課税が変わります。したがって各段階であらかじめ作戦を立てておくことで大きな節税ができます。今回はその作戦をご説明します。現役会社員の方、会社退職直後の方、退職後年金生活中の方、皆さんに役立つ内容ですので、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。今回の目次はご覧の通りです。まず第一に会社員に身近な年金制度の概要をご説明します。第2に年金区分ごとの課税の仕組みと節税作戦についてご説明します。第3に年金受給開始後でもできる節税作戦をご紹介します。最後第4に全体のまとめをしておしまいとなります。講師はラグドールのラテ先生です。会社員に身近な年金制度の概要はご覧いただいている表の通りです。会社員が加入できる主な制度はこの表の一番左側にある通り、公的年金、企業年金、私的年金、個人年金の4つに分けられます。そしてその区分ごとに課税の仕組みと節税作戦が異なります。まず公的年金の作戦です。会社員は厚生年金に加入している方が多いと思います。ただし学生時代やパートアルバイト期間など国民年金だけの加入期間も一部あるのではないでしょうか。いずれにしても基礎年金と厚生年金は年金生活を支える大黒柱です。したがってこの年金だけは節税を考える前にまず生涯での受給額をひたすら増やすことを考えましょう。そのためにはなるべく長く会社で働くことです。課税の取り扱いについて言えば公的年金は大変優遇されています。第一に加入中に個人負担した保険料は全額所得控除の対象となります。第二に受給する年金のうち生涯年金や遺族年金はその全額が非課税で一切税金がかかりません。第三に一時金での受給はできませんが、生存中に受け取る年金の課税区分は雑所得、公的年金等で税制上優遇されます。具体例で見てみましょう。この表からもわかるように、公的年金等の雑所得は65歳以上になると控除額、すなわち税金がかからない金額が大きく増え、税負担が減ります。裏を返すと、65歳になる前に公的年金の受給を始めると、制度上での年金減額に加えて税金面でも課税が重くなります。したがって公的年金の節税作戦は1点です。公的年金の繰り上げ受給をしてはいけません。年金の減額に加えて65歳になるまでは税金面でも課税が重くなるからです。次に企業年金の作戦です。会社員は勤務先によっては企業年金制度が用意されている場合があります。企業年金は年金で受け取る以外に一時金で受け取ることができる場合があります。課税の取り扱いは一時金と年金とで異なります。一時金で受け取る場合、課税上の区分は退職所得となり、税制上大変優遇されています。優遇措置は勤続年数に応じた大きな控除額、2分の1課税、他の所得と分離して累進課税の3つです。具体例で見ていきましょう。これは勤続30年の会社員が退職時に企業年金の一時金700万円、その他の退職金を900万円受け取った場合の例です。合わせて1600万円もの退職金を受け取ったにもかかわらず、巨額な控除額、そして2分の1課税のおかげで税負担はわずか8万円で済んでいます。しかも分離課税ですから、他の所得の税額にも影響を与えません。このうちぜひ利用したいのは、退職所得控除額の目いっぱいの活用、2分の1課税と分離課税を組み合わせた軽い課税の利用であり、
全額を一時金で受け取るという選択肢も節税策の一つとなります。一方、年金で受け取る場合、課税上の区分は雑所得、公的年金等となり、税制上の留意事項も公的年金の場合とほぼ同じです。したがって、65歳になるまで年金を受け取らないのが節税の最善策です。65歳より前に受け取るならば一時金にしましょう。ただし、確定年金の場合は、受け取る年数を選べる場合があります。この受け取り年数の選択には残念ながら正解はありません。節税だけを考えるならば、長く少しずつ受け取る方が有利です。所得税が累進課税を受ける中で、企業年金は公的年金に上乗せされて給付を受けますから、1年間に受け取る年金額が多くなればなるほど税率は上がり、生涯の納税額も増えます。一方、将来のお金の価値が心配な場合は、一時金または短く多めに受け取る方が安心です。20年後に受け取る1万円の価値は、日本経済や為替により、今受け取る1万円より大きく下落しているかもしれません。さて、それでは企業年金のまとめをしましょう。企業年金の節税作戦は3点です。第1に、一時金での受け取りができる場合には、少なくとも退職所得控除枠までは一時金で受け取ること。第2に、退職所得は2分の1課税と分離課税という軽課税なので、控除枠に超えた分を全額一時金で受け取るのも選択肢の一つとなります。第3に、年金で受け取る場合には、65歳になるまでは課税が重いので、65歳以降に受け取りを開始すること。ちなみに、年金受け取り年数は悩みの種ですが、節税と日本経済を天秤にかけて、どうかご自分でご判断ください。続いて、私的年金の作戦です。会社員が公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金として、iDeCoという制度が用意されています。iDeCoは、掛け金全額が個人負担ですが、積立時、運用時、受取時の3段階すべてで節税効果がある大変魅力的な年金制度です。その詳細はチャンネル内の別動画、iDeCo&新NISA節税のいろはをご覧ください。ここでは節税作戦に関係あることのみ簡単にご説明します。課税の取り扱いについて言えば、第一に加入中に個人負担した掛け金は全額所得控除の対象となります。第2に、積立資金の運用益はすべて非課税で税金がかかりません。第3に、受け取りの際の課税区分は、一時金での受け取りは退職所得、年金での受け取りは雑所得で、企業年金同様に大変優遇されています。したがって、私的年金の節税作戦は、ほぼ企業年金と同様で4点です。第一に、企業年金の場合、個人負担の掛け金があったとしても、会社が給与天引きで年末調整をしてくれますが、iDeCoの場合は自分でやらなければなりません。小規模企業共済等掛け金控除として、年末調整または確定申告の手続きを忘れずに行いましょう。あとの3点は、企業年金の場合と同様なので、説明は省略します。続いて、個人年金の作戦です。先ほどご紹介したiDeCoは、節税効果が大きい魅力的な年金ですが、積立資金の運用は自己責任で、中途解約は原則60歳になるまでできません。一方の個人年金は、生命保険会社などと直接契約して加入する年金で、節税効果はiDeCoより不利ですが、プロの保険会社が運用するため元本割れリスクが低く、中途解約も可能です。iDeCoに比べてリスクが低く、貯蓄性の高い年金保険と言えます。課税の取り扱いについて言えば、第一に保険料は生命保険料控除の対象となりますが、控除額は多くの場合、その全額とはなりません。第二に、運用時の利益には、受取時に課税を受けます。第三に、受取時の課税の取り扱いは、一時金と年金とで異なります。満期保険金などを一時金で受け取る場合、課税上の区分は一時所得となり、iDeCoほどではありませんが、税制上優遇されています。一時所得には、運用益に対する50万円控除と2分の1課税という税優遇があります。しかし、退職所得ほど大きな控除ではなく50万円までです。また、退職所得と違って分離課税ではなく、
他の所得と総合されて累進課税を受けます。具体例で見てみましょう。これは公的年金やパートによる所得が200万円ある人が、これまで250万円保険料を支払った個人年金を一時金で500万円受け取った場合です。50万円控除と2分の1課税のおかげで税負担の増加は17万円で済んでいますが、退職所得と比べて控除額が少なく、総合課税される分だけ税負担も増えています。ただこの後ご説明しますが、年金受け取りの場合には50万円控除や2分の1課税といった税優遇はありません。したがって節税だけを考えるならば一時金で受け取る方が有利です。一方で保険契約上は一時金で受け取ると年金受け取りの総額よりも目減りする場合が多いので注意が必要です。一方、年金での受け取りの場合、課税上の区分は雑所得公的年金等以外となり、税制上の優遇はありません。具体例で見てみましょう。年金として受け取ったときは、運用益に対して丸々課税されます。ただし、毎年少しずつ受け取るので、1年あたりの雑所得が多額になることは少なく、重い累進課税を受けることは稀です。前にご説明したように、節税だけを考えるならば、一時金で受け取る方が有利ですが、保険契約上は一時金で受け取ると、年金受け取りの総額よりも目減りする場合が多いので、マネープラン上は年金受け取りの選択も十分にあります。それでは個人年金の節税作戦をまとめましょう。以下の2点となります。第1に、積立時の保険料は生命保険料控除として年末調整または確定申告の手続きをしましょう。第2に、節税だけを考えるならば税優遇のある一時金の方が一般的には有利です。一方で、受け取り総額を考えるならば目減りのない年金の選択となります。今すぐお金がいるのかどうかもよく考えて、一時金か年金かの決定をすると良いでしょう。なお、iDeCoとの選択に悩んでいる方のために、個人年金との長所短所比較をまとめました。参考にしてみてください。続いて、年金受給開始後でもできる作戦です。ここまで年金区分ごとの課税の仕組みと節税作戦についてご説明してきました。ただ、すでに年金を受給中の方、あるいは一時金受け取り済みの方の中には、今頃聞いてももう遅いよと思われるかもしれませんね。でも、年金受給開始後でもできる節税方法はたくさんあります。今回はこのうち代表的な3つをご紹介します。年金収入400万円以下でも確定申告する。医療費控除を有効に活用する。人的控除を有効に活用する。順に見ていきましょう。年金受給中の方の中には、他に所得がなければ公的年金等の収入400万円以下の場合は確定申告しなくてよいと思われている方が多いのではないでしょうか。税法上はその通りですが、実は確定申告をしないと不利益を被る場合が大変に多いです。具体的には、年金から過剰に徴収された源泉税が還付されません。税務署は親切に払いすぎだから確定申告しましょうと教えてはくれません。また、確定申告をしないと、この後説明する所得控除、医療費控除などの漏れが反映されません。そして、所得税は申告不要でも住民税の申告が必要なケースがあります。これは余計に手間がかかります。したがって、元気なうちは面倒でも毎年確定申告をしましょう。医療費は家族合わせてどうせ10万円もいかないから、医療費控除は計算するだけ無駄と最初から諦めていませんか？医療費控除の足切り額はよく10万円と言われますが、正確には10万円と総所得金額等の 5% とのいずれか少ない方です。したがって65歳以上で公的年金収入のみの方の場合は、年金収入150万円の時足切り額は2万円、年金収入200万円の時足切り額は4万5千円、年金収入250万円の時足切り額は7万円、年金収入310万円でようやく10万円に届きます。年金収入310万円未満の方は、医療費10万円以下であっても、領収書のこまめな保存を決して諦めないでください。なお、医療費控除の詳細は、このチャンネル内の動画、医療費控除の上手な活用法をご覧いただければ幸いです。年金生活に入ると、
夫婦や親子の所得の大きさは多くの場合逆転します。家庭内では夫の方が大きな顔をしていても、妻の所得の方が大きいことがあります。子供が就職して稼ぎ出すと、その給与所得は親の所得を上回ることが多いです。そうした場合、本人の所得が少なく人的控除の要件を満たす場合には、ためらわずに妻や子供の扶養に入りましょう。妻は配偶者控除、子供は扶養控除を受けることができ、妻や子供の節税に大きく寄与します。実は、今更妻や子供の扶養になんて入れるかとメンツを気にされる方が大変多いのです。しかし確定申告の情報は所得税住民税の課税、国民健康保険料の計算など以外に利用されることはありません。どうかご安心ください。これこそ最も簡単でかつ毎年続けられる大きな節税策なのです。それでは年金受給開始後でもできる節税作戦のまとめです。ここまでご説明した通り、毎年確定申告をしよう。医療費控除を活用しよう。使える人的控除に遠慮は不要の3点です。今回は年金生活節税大作戦をお届けしました。ご説明した5つの大作戦を一覧にまとめましたので、ご活用いただければ幸いです。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。今回のテーマは以上です。次回もお楽しみに。よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。